脳に直撃、香りと記憶の謎、プルースト効果の科学。くんくん、この匂い。金木犀ですね。もう秋か。この香りを嗅ぐと、小学生の頃の通学路を思い出すんです。ランドセルの重みとか、夕暮れの空気感まで、一気に蘇ってくる感じで。写真を見た時よりももっとリアルに過去に戻った気がしませんか？そうなんです。胸がキュッとなるというか、不思議だな。それはプルースト効果と呼ばれる現象ですね。プルースト？人の名前ですか？フランスの作家マルセル・プルーストの名作「失われた時を求めて」に由来します。紅茶に浸したマドレーヌの香りを嗅いだ瞬間、幼少期の記憶が鮮烈に蘇るシーンがあるんです。へえ、僕の場合は金木犀効果ですね。実はこの現象には明確な科学的根拠があります。嗅覚だけが持つ脳への特別なルートのお話です。人間の五感の中で嗅覚だけが仲間外れだということを知っていますか？仲間外れ？鼻だけ顔の真ん中にあるからですか？いえ、脳への情報の伝わり方が違うんです。視覚、聴覚、触覚、味覚、これらは一度視床という中継地点を通ります。脳の受付カウンターみたいな場所ですね。はい、これは映像データですねって振り分ける。なるほど。一旦整理してから脳に送られるんですね。ところが嗅覚だけはこの視床を通らずダイレクトに本能の座へ向かいます。受付スルーですか？ VIP 待遇ですね。 VIP というより緊急車両に近いかもしれません。香りの情報は大脳辺縁系に直結しています。そこには感情を司る扁桃体と記憶を司る海馬があります。海馬、聞いたことあります。記憶の倉庫ですとね。そうです。匂いは理性を司る大脳皮質で、これは何の匂いかと考えるよりも先に感情と記憶のスイッチを強制的に押してしまうんです。だから玉で考えるより先に懐かしいって感情が湧き上がるのか。思考というフィルターを通さない生の情報なんですね。ではそもそも匂いとは何なのか、ミクロの視点で見てみましょう。匂いの正体は空気中を漂う化学物質の分子です。金木犀の香りならその花から飛び出した小さな粒々ですね。鼻の奥には嗅覚受容体というセンサーがあります。これが鍵穴のような形をしていると思ってください。匂いの分子は鍵です。特定の鍵、分子が特定の鍵穴、受容体にカチャッとはまると電気信号が発生します。パズルみたいですね。ぴったり合うやつだけ反応するんだ。人間はこの受容体を約400種類持っています。400種類？それだけで世の中の無限の香りを嗅ぎ分けてるんですか？組み合わせです。例えば受容体 A と B と C が反応したらバラの香りといった具合に、その組み合わせパターンは1兆通り以上とも言われています。1兆。罠って意外とハイテクなんですね。この鍵と鍵穴のセットが脳に登録されるとき、その時の情景や感情もセットで保存されます。だから同じ鍵が差し込まれると当時のファイルが自動的に開いちゃうんですね。ここで疑問なんですが、なんで自分の家の匂いって自分ではわからないんでしょう？友達の家に行くとその家の匂いがするのに、自分の家は無臭に感じます。それは順応という現象ですね。脳がこの匂いは安全だ、情報はもう不要だと判断してスイッチを切ってしまうんです。サボってるんですか？いいえ、省エネです。常に全ての匂いを感じていたら脳がパンクしてしまいますから、新しい変化にだけ敏感に反応できるように日常の匂いはキャンセルする機能なんです。なるほど。だから香水をつけすぎてる人は自分で気づかないのか。そうです。本人は麻痺しているのでどんどん量を増やしてしまう香水口外の原因にもなります。鼻が鳴れるって便利だけど怖いことでもあるんですね。では進化の視点から嗅覚を見てみましょう。嗅覚は最も原始的な感覚です。生き残るために必須の能力でした。これは食べられるか、腐っていないか、敵が近くにいないか、これらを瞬時に判断できないと死んでしまいます。いちいち師匠で受付してたらその間にライオンに食べられちゃいますね。その通り。だから匂い即反応という直通回線が必要だったんです。腐った匂いを嗅いだら考える前におえっとなりますよね。あれは扁桃体が危険と叫んで体を守ろうとしている防御反応です。僕らの鼻は高性能な機器探知機だったんだ。この探知機、人間よりはるかに高性能な動物がいますよね。犬ですとね。警察犬とかすごいもんな。犬の嗅覚は人間の数千倍から1億倍とも言われています。1億倍？それってどういう世界なんですか？例えばプールに行ってきたらしたインクの匂いもわかるレベルです。彼らにとって世界は匂いの地図で見えています。誰がいつどこを通ったかという時間の経過まで匂いでわかるんです。
未来を知みたいですね。もうすぐ飼い主が帰ってくるとかわかるのも匂い。そうです。風に乗って漂ってくるかすかな匂いで数キロ先でも感知できます。人間は視覚に頼りすぎて嗅覚が退化しちゃったんですね。それでも人間にも種を残すための嗅覚は残っています。フェロモンってやつですか？有名な T シャツ実験をご存知ですか？男性が2晩着た T シャツの匂いを女性に嗅いでもらって好みを判定する実験です。うわぁ、絵面を想像するとちょっと変態っぽいですね。でも結果は驚くべきものでした。女性は自分の免疫遺伝子 HLA の方と最も遠い方を持つ男性の匂いをいい匂いと感じたんです。遺伝子が遠い人？なんでですか？自分と違う免疫型と子供を作ればその子は病気に強い子になりますよね。なるほど。強い子孫を残すための本能的な選択なんだ。逆に遺伝子が近いと父親や兄弟の匂いのように感じて生理的に避けるようになります。生理的に無理っていうのは遺伝子レベルの拒絶かもしれないんですね。恋に落ちるとき私たちは見た目や性格ではなく無意識に遺伝子の匂いを嗅ぎ分けているのかもしれません。ところでゼンさん、風邪をひくとご飯の味がしなくなりますよね。あれも嗅覚が関係してるんですか？関係ありますよ。実は私たちが味だと思うものの大部分は香りなんです。舌で感じる味覚は甘み、酸味、塩味、苦味、旨味の5つしかありません。それだけ？いちご味とかメロン味は？あれはフレーバー、風味です。口の中から鼻に抜ける香り、レトロネーザルを脳が味として統合処理しているんです。鼻をつまんでジュースを飲むと何味かわからなくなる実験、やったことありませんか？あります。リンゴジュース型の砂糖水みたいになるやつ。つまり私たちは鼻で食べていると言っても過言ではないんです。嗅覚を失うと食事の喜びも半減してしまう。人生の楽しみの半分くらい損しちゃいますね。最近問題になっている公害についても触れておきましょう。柔軟剤や香水の匂いで体調が悪くなる人が増えていますね。化学物質過敏症の一つとも言われています。人工的な香料は分解されにくいマイクロカプセルに包まれていることが多いんです。それが長時間漂い続け呼吸器や神経を刺激し続けてしまう。いい匂いも過ぎれば毒になるんですね。嗅覚は脳に直結している分ダメージも深刻になりやすいんです。職場や学校に行けなくなる人もいるそうですから配慮が必要ですね。一方で日本人は古来から繊細な嗅覚を持っていました。行動という文化がありますね。香りを嗅ぐではなく聞くと表現します。心でその香りを聞き情景を思い浮かべる究極のマインドフルネスです。飴の匂いにも名前があります。ペトリコールという化学用語もありますが、日本人は飴の匂いがするねと湿気や土の匂いを敏感に感じ取りますよね。季節の移ろいを鼻で感じる素敵な感性だと思います。最近ではこの香りの力を医療に役立てる研究も進んでいます。認知症のケアにアロマセラピーが使われたりしていますね。会話に直結しているから記憶を呼び戻すにはビリになるのか。はい、言葉では思い出せなくても香りがきっかけで昔のことを話し出す患者さんもいます。嗅覚は閉ざされた記憶の扉を開くマスターキーなんですね。逆に嫌な記憶と結びついた匂いは PTSD のフラッシュバックを引き起こすこともあります。それだけ強力ってことですね。取り扱い注意だ。今日は香りと記憶のメカニズムについてお話ししました。ただ意に置いてだけじゃなくて脳の深いところを刺激してたんですね。ガク君も大切な思い出は香りと一緒に保存しておくといいですよ。試験勉強の時に特定のアロマを嗅いで本番で同じ香りを嗅ぐと集中できるとか。それいいですね。集中力の香りを作ってみようかな。皆さんは嗅ぐと懐かしくなる思い出の香りはありますか？お母さんの料理の匂い、古い本の匂い、夏の夕立の匂い、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。